これは、朝から危ないことをしてくれたおばさんじゃないか。残業の合間に同僚たちと夕食を食べに出かけた居酒屋で、酔っ払った嫌われ上司に絡まれてしまった。まあでも、大事になるのは回避できたようだし、俺から一杯サービスしてやるよ。上司は手に持っていたビールを私の頭の上に流してきたのだ。私は突然のことで驚いてしまい、何も言えなくなった。はっはっは、どうだ。俺からのサービスだよ、おばさん。そんな私を見て、上司はゲラゲラと大笑い。機嫌を良くして自分の席へと戻っていった。だが、この時の上司は何も知らない。この後、自分が一体どういう目に遭うのかを。私を馬鹿にしたことを後悔するのだ。私の名前は木下鈴子。実家は昔から飲食店を経営している。近所の人や常連さんたちにずっと親しまれているお店だ。私は高校卒業と同時に実家の飲食店で働き、手伝いを始めた。そして飲食店の手伝いをしているうち、もっと美味しいものをお客さんに届けたいという思いが強くなった。飲食店を経営していたため、それなりの知識は身についていたが、さらに必要な知識を身につけ、両親はそれを応援してくれた。そして私は若くして食品会社を起業。会社を成長させることに成功した。もちろん、それは私だけの力ではなく、両親や友人、周りの人たちのおかげでもある。会社を起業してから20年以上が過ぎた。時には苦労の連続でくじけそうにもなったが、今では有名企業の仲間入りをしていて、毎年たくさんの新入社員が入社してくる。会社が安定してくると、今度は外の世界にも興味を持つようになった。40代後半になった私は会社の社長業を夫に任せ、業界全体を盛り上げていこうと計画を立て、少しでも会社にとって有益になるようにと、今は経営アドバイスの講演活動をしている。そんなある日、私の携帯に友人のかな子から連絡が来た。かな子も会社経営をしている女社長だ。もしもし、かな子。久しぶり。どうしたの？鈴子、久しぶりね。実は、今日は相談したいことがあって、連絡したの。かな子が私に相談してくるってことは、仕事関係かしら？さすが鈴子。よくわかったわね。だって、かな子の相談って大体が仕事のことじゃない。それもそうね。それで、相談内容は？と私が聞くと、実はね、とかな子が神妙な様子で話し出した。何でもかな子の会社の社員の離職が相次ぎ、業績が悪化しているらしい。それで、鈴子に頼みたいことがあるんだけど、いいかしら？もちろん、私がかな子の会社に社員として潜り込んで、現場を確かめてほしいってことでしょ？鈴子には何でもお見通しのようね。そんなことないわよ。ただ、社員の離職率が高い原因は、同じ現場なら上司からのパワハラだったり、同僚や後輩の嫌がらせが一番多いからね。なるほどね。私も直接現場を見に行くことはたまにあるんだけど、自分の会社だけあって、私が行くと、みんなそういう素振りは見せようとしないから。社長が来たらすぐに他の現場に広まるからね。何かやっててもその時だけはごまかしたりできちゃうから。そうなのよ。だから鈴子に協力してほしくて。任せなさい。必ず原因を突き止めて離職者を出さないようにしてあげるわ。ありがとう、鈴子。また改めて日時は連絡するわ。私はお願いねと伝え電話を切った。かな子の頼みで一旗脱ぐことになったので、私は自分の会社の社長室に向かう。私が社長室に行くと、夫が驚いた顔をしながらも、すぐに笑顔になり、私を出迎えてくれる。どうしたんだ？
鈴子がここに来るなんて珍しいな。実はね。私はかな子の話を簡潔に夫に伝えた。夫は私の話を遮ることなくちゃんと聞いてくれる。だから、私がかな子の会社に潜り込んで、原因を探ろうと思うの。鈴子はいくつになっても精力的だな。そうかしら。でも、かな子は大事な友人だもの。それに会社にとって痛手になる原因は取り払わないとね。鈴子のそういうところを俺は好きになったんだよ。だから、鈴子の思うようにやってきたらいいさ。ありがとう。何かあれば、いつでも協力するから。と、夫は笑って応援してくれた。それから1週間後、かな子から連絡があり、私は中途社員としてかな子の会社に入社することが決まった。そして部署は一番離職者が多いと言われている企画構成部へと配属されることになる。今日からうちに配属されることになった木下さんだ。木下鈴子です。皆さんよろしくお願いいたします。自己紹介を終え、部署の同僚たちは、よろしくや、わからないことがあれば言ってくださいね、と温かく迎えてくれる。ただ、上司の石井課長だけは違った。高卒でおばさんじゃないか。せいぜい足を引っ張るようなことはしてくれるなよ。そう言って鼻で笑う。私はその言葉を聞いた瞬間に、離職者の原因の半分以上は、この石井課長のせいではないかと思った。それから毎日のように石井課長に馬鹿にされながらも、私は友人のためにキビキビと仕事をこなしていく。少しでも早く原因をつかんで友人を安心させるために。そんな毎日を繰り返しているうちに、私は同僚たちに慕われるようになった。そんなある日、私が発案した企画が採用された。数日前に新しい企画を発案することになり、部署のみんながそれぞれ企画を出し合い、上層部が最終決断をすることになっていた。その中で私の企画が採用されたのだ。同僚たちからは、木下さん、入ったばっかりなのにすごい。いや、石井課長を差し置いて、企画を通してもらうことってなかなか難しいのに、と口々に称賛してくれる。しかし、それを石井課長は快く思っていないようだった。俺の案が採用されずに、あんたみたいなおばさんの企画を上が採用するなんて、どうかしてるぜ。もう、この会社も終わってんじゃないか？それともあんた、なんかコネでも使ったのか？石井課長は嫌味を言ってくる。だが私は企画が決まったことで取引先との連絡を取り合ったりで忙しく、石井課長の嫌味をほぼ無視していた。それがなお気に食わなかったのか、石井課長は次から次へと私に仕事を押し付けてくるようにもなる。せいぜい足元をすくわれないようにな。ご心配痛み入ります。そう言って先に帰る石井課長。意味深げな言葉であったが、私はそれを特に気にすることはなかった。ところが翌日、私が出社してパソコンを立ち上げると、企画データがすべて消えていた。なんで全部消えてるの？取引先に送る大事なデータであるため、最終確認をしようと思い、早めの出勤をしてきたのだが、まさかデータが消えているとは思わなかった。ふと昨日の石井課長の言葉を思い出したが、憶測だけで考えるのはやめにしよう。そんなことよりも、データを復旧させようと急ぎ、作業をしていると、同僚たちが次々に出勤してくる。朝からパソコンとにらめっこをしている私を見て、同僚たちは、どうしたの？と声をかけてきた。実は、取引先に送ろうとしていたデータが全部消えてしまっていたの。同僚たちは、それは一大事じゃないですか。自分たちも手伝います。と言って、復旧作業を手伝ってくれた。消えたデータは今日中に送る必要があるため、同僚たちと復旧作業を急ぐ。いつの間にか出勤していた石井課長が、必死な私の姿を見て嘲笑ってくる。これだからおばさんは、こんなボンミスをしたりするから
使えないんだよな。それを無視して作業を続けていると、きっちり復旧させろよな。できなかったらすべておばさんの責任になるからな。と私に強く言い、自分の仕事に戻っていった。その後、私は同僚たちの力を借りてデータを復旧させることに成功。なんとか取引先に迷惑をかけずに済むことができた。みんなありがとう。本当に助かったわ。自分たちの方がいつも木下さんのお世話になっているので、これくらいなんてことないですよ。手伝ってくれた同僚たちにお礼を言うと、笑って返してくれた。でも、今回は本当に助かった。しかし、データの復旧に時間を取られてしまい、日常の業務は残っているため、私たちは残業が確定してしまう。残業をしていると、同僚たちから残業確定してますし、せっかくの機会ですから、ご飯食べに行きませんかと誘われたので、私たちは夕飯を食べに行くことにした。きっとデータを消したのは石井課長ですよ。石井課長、自分よりできる人を嫌っているから、木下さんに嫌がらせをしているんですよ。夕食を食べながら同僚たちが口々に言う。まあまあ、ちゃんとした証拠がないのだから、そう簡単に決めつけるのは良くないわ。でも、これだけ仕事ができる木下さんがデータを間違って消してしまうなんてことないでしょう。同僚は私よりも怒ってくれている。こうして見ていると、ここの同僚たちはちゃんと周りの人のことを見ているようだ。できる人、できない人の差を協力して埋め合わせようとしているのが見て取れる。たった一人、それが見えていない、できていないのは石井課長だけだ。そんなことを考えつつ、同僚たちと楽しく談笑していると、聞き覚えのある声が聞こえてくる。これは、皆さんお揃いで。あ、石井課長。石井課長、今日ここにいたのか。と同僚の一人が小さくつぶやいた。どうやらここは石井課長の行きつけのお店でもあるようだ。同僚たちが嫌がっているのに気づかない石井課長は、そのまま私たちに近づいてくる。あれ？今日危うく大迷惑をかけるとこだったおばさんまでいるのか。残業確定してるはずだろ。こんなところでサボってんのか。お酒が入って赤くなった顔をいやらしく歪めて笑ってくる。サボってなんかいませんよ。皆さんが気を使ってくださって、私を夕食に誘ってくださったんです。私が告げると、石井課長は急に不機嫌そうに口を尖らせた。おばさん、あんた、やっぱりムカつくわ。え？突然、頭のてっぺんが冷たくなる。私の言ったことが気に障ってしまったのか、石井課長が手に持っていたビールを頭にかけられたのだ。ほらよ、お裾分けだ。うまいだろ。そう言いながら私を見て爆笑する石井課長。私はさすがに腹が立ち、石井課長を睨んだ。なんだ？なんか文句があんのか。上司に逆らうつもりじゃないよな、おばあさん。ゲラゲラと笑いながら自分の席へと戻っていった。木下さん、ごめん、うちのバカ課長が。同僚たちが必死に謝罪してくる。石井課長、本当に許せない。こんなんだから他の社員も辞めているのに。その同僚の言葉に確信する。拭き取れるだけのビールを自分のハンカチで拭きながら、同僚たちをなだめる。ねえ、みんなにちょっと協力してほしいことがあるんだけど、いいかしら。私の言葉に同僚たちはうなずいてくれる。そして私は内容を同僚のみんなに告げた。1ヶ月後、緊急の役員会議が行われた。この役員会議には、社長のかな子をはじめ、課長の石井も参加している。それでは、今回の役員会議を始める前に、ご紹介したい方が一人います。社長の言葉に会議室の中がざわめき出す。では、入ってきてください。私はその言葉を聞いて、
役員たちが集まっている会議室の中に入る。お前は石井課長が鳩が豆鉄砲を食らったように驚いている。私はそんな石井課長の反応に笑いをこらえながら自己紹介をする。皆さん、はじめまして。木下食品メーカーの会長をしております、木下鈴子と申します。今回、木下食品メーカーの会長である木下鈴子さんに来ていただいたのは、ある理由があります。社長の言葉に、さらに会議室にいる役員たちがざわめき出す。石井課長はすでに顔が青くなり始めている。私は今回、友人である御社社長にある相談を受けました。その相談とは、この会社の離職者が最近になって増加傾向にあり、そのせいで業績が落ちてきているという内容でした。なので、私は彼女には我が社の社員として会社に潜り込んでもらい、なぜ離職者が増加しているのか、原因を突き止めてもらうことにしました。そして、離職者の増加の原因を突き止めましたので、今回このような会議の場を設けていただきました。会議室が嵐の前の静けさのように静まり返っている。役員全員が自分ではないかという不安に駆られているのだろう。では、今からお渡しする資料を見てください。私は自分で持っていた資料をかな子に渡す。かな子は各役員たちに資料を回してくれた。私が作った資料には、社員の離職率などを示した後、社員たちからのパワハラ被害などをまとめた内容が記載されている。なんだこれは。石井課長が資料を見て大声を上げた。他の役員たちもひそひそと隣にいる役員たちと話をしている。私が役員たちに渡した資料の内容はすべて石井関連のもの。この内容は同僚たちが協力してくれた上に、いろいろと証言も集めてくれたおかげで作成できたのだ。もちろんその内容の中には、今回の私にやった嫌がらせなども含まれている。違うんです。社長、これは全部デタラメですよ。デタラメで済むならいいですが、彼女は私の信頼できる友人であり、大手食品メーカーの会長です。どちらを信じるかは一目瞭然でしょ。そんな。さあ、石井課長、これは一体どういうことか説明してもらえますか？それは。ちゃんと説明できないということは、自分の非を認めることと同じですよ。すみません。かな子に叱責されて、石井課長は慌てふためき、土下座をしてきた。そして、こんなことをした理由を追及され、すべては家庭での不和がストレスとなり、やってしまったことだと白状する。仕方ないじゃないか。何をしても妻とうまくいかない。そんなストレスを発散するのに、仕事のできない社員にぶつけて何が悪い。俺は課長なんだぞ。石井課長の発言に、これはダメだと呆れてしまった。悪いに決まってるでしょ。社員は共に会社のために頑張る仲間です。それをあなたは自分のストレス発散のために他の社員をないがしろにしました。許されないことをしたんです。あなたにはこの責任の重さを受け止めていただきます。この会社を辞めていただくことになるでしょうね。そんな、あんたが、いや、あなたが社長の友人とは知らずにひどい対応をしてしまいました。本当にすみませんでした。今後はこのようなことがないように気をつけていきますので、どうか解雇だけはしないでいただけないでしょうか。石井課長は私に対して半泣きになりながらも謝罪をしてきた。そんな彼を叱責する。私が社長の友人だと知った途端に態度を変えるなんて論外ですよ。ご自分が今までどういう態度をしていたかを見直し、そして恥を知りなさい。石井課長はその場にへたり込んでしまう。後日改めて解雇の通知をします。今日の会議はこれで終了です。
それから数日後、石井課長は正式に社長から懲戒解雇を言い渡されることになった。会社を懲戒解雇になったことで、石井課長は奥さんと離婚したという噂を聞く。もともと家庭内別居中だったらしく、今回のことで完全に修復は叶わなくなったのだろう。まあ、それは石井課長の自分の責任であるから仕方ないと私は思った。会社を懲戒解雇され、再就職するために就職活動もしているらしいが、石井課長の会社での言動と行動、そして今回の私の件のことが業界内でも噂になっているようで、再就職がうまくいかないらしい。だがこれも石井課長の自業自得だ。鈴子、聞いて。あれから社員の離職率も下がり、業績が右肩上がりになったのよ。もらった資料に目を通すと、社長の言う通り離職率は減っており、会社は風通しが良くなっている。本当に良かったと私は思った。私も鈴子を見習って、社長業だけではなく、現場を見て回るようにする。はは、頑張ってね。現場に関わろうとするのはいい傾向だ。あなた、ただいま。おかえり。いろいろと大変だったみたいだが、俺の力は必要なかったみたいだな。久しぶりに自社に戻ると、夫が温かく迎えてくれた。そんなことないわよ。本当に何かあったら、手伝ってもらうところだったわよ。ならいいが、しばらくはゆっくりするんだろう。もう今後の予定は立ててあるから、講演会の準備しないと。本当に鈴子は仕事に対してストイックだな。夫の笑顔に私は気合を入れる。彼がいるから私は自分のやりたいことができるのだ。これからも食品メーカーを盛り上げていこうと心に誓い、私は講演会に向けて動き出した。